はい、地球堂模型南條です。今日もとっくん来てくれてます。はい、お願いします。はい、お願いします。いや、年末ですね。ですね。もう2022年終わりですか。いやー、急に寒くなったね。本当に。いかがお過ごしですか。まあ年末で年末年始といえばですね、僕必ず見る番組がありまして、格付けチェック。がっつり見てるというよりはなんか飛ばし飛ばしなんだけど、まあああいうゆるい番組が結構好きで。さあ今年最後で、しかも12月31日じゃないですか。何しようかなって思った時に、僕もちょっと格付けチェックしてみたいなと思って。なるほど。はい、なので地球堂の売っているものと、そのよそから福利さんをね、持ってきて、で僕がそれを見分けることができるかとか。なるほど。でなんかその格付けチェックってなんかほら、見て判断、食べて判断とかいろいろあるじゃないですね。そこら辺を今回特にね、もうお願いしていると。そうですね、いろいろ用意しておりますので、ちょっと不安はあるんだけども。今回はですね、一応一番最初は一流店長から始まりまして、始まりまして、間違えることはないと思うんですけど、間違えたら普通の店長に降格しまして、でもう一回もう間違えちゃうと、もうその時点で移す価値なしになります。マジで3回しかないの？3回しかないね。マジで？じゃあもし全部で何問あるんだっけ？全部で5問あります。ってことはもう早くも3問目ぐらいから僕はこの枠から消える可能性があると。ありますね。まあ頑張っていきましょう。そうだね、そうだね。なんかスリッパになったって言っても足元わかんないしね。いやなんかめっちゃ楽しそう。やってみますか。はい。で今回はだからその見てる方にもちょっと分かりやすいような感じになればと思っておりますので、一緒に楽しんでもらえたらと思っております。よろしくお願いします。緊張する。絶対メガネの上からやらなくてもよかった気がするけどね。そうですね。はい。ということで。はい、ということで、よくあるみたいな格好してる。これがしたかったんだ、俺は。そうですね。では、一番最初はお題ニッパーですね。なるほど。ニッパーで、3ミリのプラスチックの角棒を切っていただきますので、なるほど。A と B、どちらがいいもので、どちらかがいわゆる100円均一で、なるほどね。ニッパーという。なるほどね。まあね、僕は100均のニッパーをね、気がつかないってわけにいきませんからね。そうですね。はい。これはもうサービス問題ですよ。ということで、じゃあ、まず A から参りますので、はい、今A を持ちました。A 持ってるね。はい。なんだこれ、なんか何かが落ちた気がするけど、大丈夫？大丈夫です。私の片目を失ったんじゃないか。大丈夫です。大丈夫ですか？じゃあ切りますよ。はい。はい、いきます。これ本当にここ歯ある？もう、はい。OK です、OK です。では続いて B いきます。はい、じゃあ B です。はい、これは B ですね。はい。なるほど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 。で、いい方を当てるんだよね。そうですね。OK です、OK です。ということで、じゃあ。わかりました。じゃあですね、僕がいいと思ったニッパーは、B のニッパーです。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。なんかね、ちょっとね、握った感じは一緒だったのよ。切り心地が全然違った。1個目ね、多分結構遠いところまでパチーンって飛んでってと、弾ける感じはね、もう A は絶対ね、お安いやつです。はい。では。はい。目の前にあなたの選んだニッパーがありますので、はい、目隠しを取ってください。はい。どうぞ。よしよし。いやこれはねやっぱ分かるわ。でもなんかねすごいね、なんかここの握った感じは結構一緒だった。あ、本当ですか？だけ切るまでちょっと正直不安だった。で切った時の音で分かった。なんで1個目明らかにパチーンって言ったもんね。すごいけどね。だよね。だよね。案外安価のやつも握り心地ちょっとあれだね、寄せてきてるね。よかった。これはですね、グッドスマイルカンパニーのニッパーで僕一番お気に入りのニッパーですね。これね両刃ニッパーなんですけども、非常に切れ味いいです。これぜひね見かけたら手に取ってみてください。ありがとうございます。では次の問題に参ろうと思いますので、また目隠しをお願いします。やっぱり目取れてる。この感じですけどどうですか？めっちゃ面白い。いや本当ね、なんだろう、本当ね、なんかニッパー分かんなかった。マジで。危なかった。本当に危なかった。ちょっとなんか正月楽しめてる感がね出てきてますよ。では続いては、はい、筆ですね。筆、書き心地ってこと？絵の部分で分かってしまうかもしれないので、なるほどね。こちらの方に顔をちょっと近づけてもらいまして、こういう感じ？そうですね。それ僕がそのほっぺのところほっぺなの？いや別に手でもいいんじゃないの？なんで？これはもうだから見てる人は分かる感じ？見てる人は分かりますね。なるほどね。A の方が違いますね。危ない。今答え言いかけなかった。A の方が
はいはいはい、そういうことね。どちら側が安いか、どちら側が高い筆群かみたいな。なるほどね。だから A という筆群がいて B という筆群がいるのか。1本ずつじゃないんだね。1本ずつじゃない。それあれだよね、ゲームとは別のところで俺ちょっと怖いんだけど何がほっぺたに当たるんだろうみたいな筆群ね。筆群です。 A 軍団か B 軍団かみたいな感じ。なるほどね。じゃあ A 軍から。はい。あ、なんかめっちゃ怖い。今触ってますね。はいはいはい。軍これ本当に。じゃあもう1本当てみますね。うん。もう1本。これは A 軍に入ってるね。同じ A 軍です。ああ、はい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 。画面がすげえきつい。いやだと思うよ。だから手でいいじゃんって言ってるじゃん。なんで顔にやってんの。画がきついって。そうねそうね。もう一本 A。そうね。おじさんのほっぺだわね。B。まあもう一本まただけ A 軍ってこと？これも A 軍。あ、了解です。あー、なんかね。わかる。はい。オッケー。これが A 軍でした。はいはいはい。B 軍参ります。はい。B 軍1本目。うん。いったもう武器じゃんそれ。それ筆の部分マジでいった。はい。なるほどね。新品すぎて。なるほどね。これ B 軍。あーむずい。はい。なるほどね。B 軍です。うおーむずい。これマジでむずい。でもちょっとわかるかな。わかるかも。はい OK です。わかりました。もう大丈夫ですか？大丈夫です。もう一本ありますけど。じゃあせっかくだし食らっとこうかな。B 軍最後ですね。なるほどね。やめい。では A と B、はい、どちらが高級な筆でしょうか？正解は A です。 A で、なんなら A の3本目かね、最後らへんはね、僕ねあれだと思う、ゴッドハンドの産毛だと思うぐらい自信がある。あの柔らかさね。そしてB の一発目の爪楊枝ね。あれが高級な筆であってたまるかという気がして、はい、A の筆でございます。本当ですね。はい。ではまた目隠しを取っていただいたら前に答えがありますので、はい、いきます。はい。よしね、これ3本目産毛だったんじゃない？そうですね。やっと。やっぱ産毛いいね。なんか優しい。でちょっと俺ね気になるんだけど、1本目の武器は何？B の1本目は新品すぎて、海苔が残ってたのか。そういうことね。よくわかりました。でも産毛全然違うね。本当ですか？で A の1本目は何だったの？ A の1本目は面相筆。面相筆ですね。でもやっぱり柔らかいね。全然違うわ。はい、紙筆見事当てました。ありがとうございます。では3問目に参りましょう。まだ一流の状態ですね。やっただね。これあれだよ、あれだよじゃないわ。はい、次は見ます。では第3問目でございます。はい、ラクプラでございますね。ラクプラ、青島さんのね。青島さんのあれと実写ですね。本物のね。本物の車。僕がちょっとなんかギリギリ分かるか分かんないかぐらいで加工した写真を作りましたので。なるほどね。A、B どちらなのかっていうのを。これはあれですよね。なんかそのプラモデル最近できいいですから。そうですね。
なので見ていただければと思います。これはあれだよね、間違えたら間違えたで青島さん的には OK だよね。そうですね全然いいかなって思います。なるほどなるほど。それはいいかな。とっくんが加工したんだ。そうですね。楽しみですね。では早速 A、B どちらかで、ちょ待ってむずっ。なるほどね、モザイクをねかってるわけか。これマジでむずい。どちらかが光の反射とかもう全部一緒じゃん。実写、どちらかが模型ですね。これトックンがカメラで撮ったの？そうですそうです。撮ったものをちょっとモザイクかけたっていう状態ですね。やば。やば、マジでわからん。いやー、タミヤだったらほらちょっとこう横にわざと広げてるとかっていう話あるじゃない。だからワイドにしたらそうなんだけど、青島の場合どうなんだろうな。これ車種は一緒なの？ちなみに同じです。車種一緒なんだ。全く同じ車種です。むずっ。なんならちょっとごっつい B の方がプラモデルっぽいまであるもんな。でもな、だから青島さんがシャープに作ってるのかどうかよね、全ては。いやー、これでもなんかどっちでもいいまであるんだけどすごいな。やっぱりなんか輪郭だけだったらやっぱり一緒なんだな。プラモデルすごいよくできてます。よくできてる。次行こうかダメどっちか決めなきゃダメ。そうですね。 A かなとは思った。そうです。 A が青島。 A が青島。そう A かなと思ったで止めたらどっちにも行くもんね。 A が青島だと思った。理由は1個だけあって、なんかね、車のタイヤの付近が若干ぼやんとしてて、若干ね。で B の方はなんかホイールのなんか銀がすっごいこう前に出てるなっていう、もうなんかそれぐらい。あともうなんかちょっと肉厚な B の方がプラスチックの造形のなんかその理屈上この厚みですって言われたら分かるし、A がやっぱこのシャープさが逆に怖いというか。でもうなんか何が怖いって A も B もなんか運転手いそうなモザイクなのが怖いんだよねもうなんか乗ってねみたいな感じあるけど、ホイールかな、強いて言えば A が青島さんです。じゃあ一回ちょっと目をつぶっていただいて。はい、いいですよ。では目を開いたら答えがあります。せーの、正解だよね。そうですね。危ねえ。いやちょっとごめんなさい、本物見てもちょっと一瞬分かんなかったよこれB これ本物なの？ B は本物の実写ですね。すごっ。机の上に乗ってるように見えるんだけど、うわー、ちょっとでも一番危なかったマジで。ちょっとホイールが光ってないだけでしか本当に分かんなかった。そうですね。やば。これがね、青島のラクプラですよ。塩の部分とかね、ライト部分とかめっちゃできいいですよね。そうですね。これ本当ホイールの塗り分け部分がなかったら僕ちょっとやばかったなマジで。なるほど、本当ですね。こうやって見ると、そこをまたちょっと潰してくればよかったです。とっくんの悔しいポイント。いやでも確かにここだけだわ、僕が判断したのは。いややっぱできいいですね。よくできてます。危なかったマジで。あと何問？あと3問。3問か。だからまだ移す価値なしの可能性はあるんで早く終わってほしいなドキドキするな。OK です。はい、じゃあ行きましょう。次の問題いきます。はい。これのそれぞれ音を聞いていただいて、どちらがノーマルでどちらがハイパーダッシュかっていうのを当てようじゃないかと。当てていただければと思います。なるほどね。いわゆる四重奏枠ね。そうですね。ミニ四駆はね結構自信あるよ。そうなんですね。もう走っててイオンがしたらどこがおかしくなってるかとか分かるからね。なるほど。ミニオンかけてるよとか。ちなみにタイヤは回るの？タイヤ回りません。回らないんだ。モーターの音だけなんだ。本当に純粋にモーターの音のみですね。それはちょっと難しいかもな。それではOK です。考えてみてください。はい。まずは A。なるほどね。A です。大丈夫。でもモーターだけで聞くってそういえばあんまりないからちょっと不安だな。じゃあ続いて B の音。なるほどなるほど。はい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 。はいはい、OK です 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 OK です。わかりました。はい。これはですね、A がハイパーダッシュモーターです。ほう。なんでですか？
やっぱり音域音域が違いますね。なるほど。はい、A の方が美しいメロディーが流れておりました。はい、力強いというかね。なるほど、力強い綺麗な音が流れてました。なるほど。では、あなたが選んだモーターが目の前にありますので、目を開けてください。はい、映画ハイパーダッシュモーターです。よし、オッケー。これはね、結構みんな分かったんじゃないかなと思われますね。ハイパーダッシュはやっぱ違うね。そうですね、ちょっと速そう。音がなんか違いました。確かに違ったね、全然。なんか B 静かだったもんね。静音性がね。そうだね。音域で合ってるのか知らんけど。よかった。これはいけたわ。じゃああと2問。そうですね、この時点で映す価値なしはなくなりました。フレームからなくなることはなくなった。そうですね。よし、オッケー。続いての問題。残り2問。いいんじゃないですか。いいと思いますので。ということで、続いてはエアブラシ。なるほど。エアブラシの吹いた感じを見て。塗装面を見て。そうですね。塗装面を見てっていうのはベタ塗り？線を引いてあります。片方は安物のエアブラシ。なるほどね。でもう一つの方は最近紹介したアネストさんの。これは外すわけにいかないですね。エアブラシになっておりますので、どちらがどちらかっていうのを選んでいただければと思います。では、こちらが A ですね。なるほどね。で、こちらが B。めっちゃむずいんだけど。単純になんかあれだよね。これ吹いた人がうまいっていう話もあるんじゃない？ありますね。マジでわからん。いやでもわからんとは言ったけど、確かに違いはあるよね。A と B でね。違いはどっちも綺麗なんだけどね。 A の方はなんか細いのがいろいろバリエーションが余計にあって、 B の方は割と同じような線だもんね。A のこの一番下のあたりなんかめちゃめちゃ細いもんね。すげえ綺麗だもんな。こうやってよくよく見ると B の方って結構飛び散り多いよね。でも本当に一瞬パッと見た時は全然わかんないけどね。さっきの画像張りに難しいわ。そうだな、シンプルに見て綺麗だなってパッと見に思ったのはやっぱ A なんだよな。なるほど。色が濃いからかなとか一瞬思ったんだけど、やっぱよくよく近くで見てみてもやっぱ違いはあるな。 A がアネスト岩田さん。では裏に答えが書いてありますので裏をご覧ください。はい、じゃあこうやってこのまま見ていいですか。どうぞ。はい、じゃん。やっぱりね、全然違うね、ほんと。全然違うねってお前さん悩んどったやんけっていう、当てたから何とでも言えるわだけど、いやでもやっぱなんかこうかすれてるもんね。そうですね、こっちの方がね。なんか感じはあるよね。これね、吹いてもらったのはね、僕のアルバイト君なんですけどね、細吹きうまくなったねって褒めてあげたいと思います。いや本当にね、普通にうまいよね。それでは最後の問題ですね。はい、 OK です。最後何でしょうか。そうですね、もうこの時点で普通の店長は確定。これを正解したらもう立派な一流店長と。そうですよ。はい、なんであれだよね、来年以降の地球堂チャンネルの威厳が上がってますよね。そうですね。いいですね。このままちょっと一流でいきたいな。そうですね。はい。では最後なんですけど、最後はまた目隠しをしていただきますので、目隠しをお願いいたします。了解です。最後の問題は AB の2択ではなく4つの中から1つ選んでもらうような形になります。コンプレッサーですね。コンプレッサーの風を浴びるとか風を感じるみたいな。コンプレッサーの音を聞いていただいて、その中で南條さんが何十年も付き添った L5。 なるほどね、静かで有名な音だけで L5 を当てるんだ。そうですね、音だけで L5 を当てていただきますので。特にちなみにその先端にはエアブラシはついてるの？ついてないです。ついてないのか。ホースのまま行くのね。そうですね。その風を浴びることはいけるの？できないです。できない。まあね。ちなみにその4種類は聞けるの？それはなんか多分右上とかになるんじゃないですか。なるほどね。見てる皆さんには分かると。見てる皆さんも考えてください。なるほどね。なるほどね。何なのかっていうのは。なるほどね。見てる皆さんには今上にポンと出したので、この中のどれかが鳴ってるよと。どれかが鳴ってるという感じになっておりますので。で僕はシンプルにとっくんは多分うちのお店の中にあるあれを動かしているのかなっていうのは想像しながら、その中から L5 を当てればいいのね。そうですね、南條さんが選んでくれました。そうね。そうね。なるほど。い
いいじゃないの、ちょっとそういう演技ぶったってまあね、コンプレッサー渡してって言われたよね。あれだね僕も知ってましたよ。はい OK です OK です。ということでじゃあはい OK です。 ABCD はいできましょう。はい、目隠ししてるから恥ずかしいってあれだしねということでじゃあまず A からはい。ああ分かった。オッケー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 。はいはい A 分かったわ。これ完全に分かった。これ A ですね。 A ですね。では次 B。 うおむずい。もうそのエアブラシがついてないから途中で言うキュルキュルの音が余計に分からん。 B ね。 OKOK。 B むずっ。次 C ですね。むずい。うわこれむずいな。 C ね。これ C です。やっぱこうエアブラシが先端についてないってなんかいつもと全然違うね。あといつもの机の上にないっていうのもさ。そうですね。また僕の片目がなくなってしまった。では最後 OK です。 D ですね。 D ね。D はわかるな。 D はわかる。わかるわかるわかる。うわでもね OK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  分かった。どれが L5 でしょうか。 A と D は絶対違う。すごい聞き慣れてる音がする。L5 が慣れ親しんでたんじゃないのかっていうツッコミ食らいそうなぐらい A と D 聞き覚えがあるな。B と C がめっちゃ難かった。 B 結構いい音してたんだよな。静かだった。たまに出てくる高音がめっちゃ気になったけどね。なるほど。 C なんかエアブラシがついてないからいつもよりうるさく感じたかも。だから B と C だったら C の方がちょっと音大きかった。なるほど。案外面白かったなこのコンプレッサー。でもねやっぱり L5 ってなんだかんだ言って優秀なんですよ。やっぱ C の方が音大きかったから C かな。 L5 は静かとはいえね、充電式と比べて C の方がやっぱ力強さで言ったら C の方が力強かったかなと思ったので。というわけで僕が思う L5 は、C です。 C ですね。はい C です。では今 C を前に置きますので、では目を開けてください。はい、せーの。よしよし、これは危なかった。マジで危なかった。L5 だね。よし、そうですね。やった。言うて静かって言ってもやっぱなんかちょっと力強さはあるね。いやよかったよかったよかった。ちなみにだから、どれと迷われた感じですか。もう B と C がね。 A はもうメテオだってすぐ買った。なるほど。あれはねもうほんとねイベントの時によく聞く音。そうですね。そうまあねメテオね。そうで D はねやっぱ全然違う。もう音が、もうなんかね高圧な感じがします。なるほど。もうだって揺れてたじゃん。もう振動がね。揺れてましたね。これがねエアテックスさんの充電式エアブラシエスタセットって言うんですけど、エスタいいね。なんか化粧品みたいなねパッケージでね。でこの上にエアブラシ乗るんですけど、まあこう握りやすくて、なんかすごいしっかりとしたモーターですね。そうですね。なんかパワーを感じた。いやこれやっぱ結構むずいよ。この音この音。じゃあもう全問正解ですか。そうですね。無事一流店長としての名誉は保たれたと。2023年の地球堂チャンネル明るいと。そうですね。いうことで、いやーよかったです。めっちゃ面白かった。これあれだね、また来年もやりたいですな。そうですね。ネタが続くか分からぬがはい。いや全問正解です。無事何連勝できるかとかほんとちょっとやってみたいぐらい楽しかったいや皆さんも楽しめたでしょうか。はい、5問ね無事終わりまして、はい、ありがとうございました。はい、というわけで、いかがだったでしょうか。格付けチェックね初の試みだったんですけども意外に面白かったね。そうですね。見てる人からしたらどうなのかな。結構僕の中では難易度高かったんですけど、一番難しかったのはやっぱ細吹きかな。本当ですか。いやでも特訓の青島も難しかったしな。やっぱなんかいい問題多かったんじゃないかなと思います。はい、なんで来年もねできるようになんか皆さんのこの
コメントでねネタも提供いただければぜひぜひやってみたいと思いますし、あとこうするともっとなんか僕たちも参加できて面白いなとかね、いろいろもらえたらと思います。はい、こんな感じで今年1年ご視聴いただきどうもありがとうございました。ありがとうございました。来年も楽しいね動画に続けていきたいと思いますので、来年もよろしくお願いします。皆様良いお年をお迎えください。こんな感じで終わっていきたいと思います。面白いと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。来年もどうぞよろしくお願いします。良いお年を。